の写真は今から40年前の農家平賀さんの家族写真である。平賀さんの家族は祖父母、両親、子供7人の大家族だが、当時の農家ではこれが標準的であった。こちらは同じ農家の現在の家族写真である。家を継いだ長男夫婦の子供は3人で終わり、今ではどの農家も平均2人の子供に減っている。今日の日本の農家の生活は、農業面では労力のかからない近代化されたものになった。農家はどの家も皆立派になった。生活文化面でも健康的で快適な住まいと環境になってきた。どうしてそうなったのだろうか。その奇跡をたどってみたい。第二次大戦の敗戦の痛手は日本の社会に深刻な食糧難を起こした。敗戦と同時に1000万人に及ぶ疎開者、失業者、復員者が農村に流れ込んできた。これは農村へ向かう買い出し列車である。戦後の復興は食料の増産の掛け声で始まった。貧しさからの脱出である。これは戦前の日本の農村社会をよく示した米の供出風景である。戦前の日本の農村社会は約 70% の農家が借地農家、小作人で経済的に貧しく、このため学歴も低かった。そしてどの農家もたくさんの子供がいた。戦後日本の農村と農業を大きく変えていった原動力は、まず農地改革であった。この改革で小作人が借地していた農地は全て自分のものになった。したがって収穫したものは全て自分の収入になり、農業者の生産意欲は格段に高まった。戦後間もない頃の日本の農村では、まだ牛馬を使っての耕作が行われていた。田植えなどの農作業もたくさんの人手が必要であったし、すべての農作業が重労働であった。そこで政府は、農家の重労働からの解放と農作業の効率化、生産力の増強、所得の向上を目指して国費を投入し、圃場整備、灌漑排水、農道の整備などの土地改良事業を全国的に実施した。農家も半分近い自己負担があったが、積極的に呼応してこの土地改良事業に村ぐるみで取り組んだ。かつて狭くいびつだった水田は1区画30アールに広げられるなど、機械導入の条件が整えられていった。1960年代に入ると小型トラクターが出現。次いで乗用トラクター、
コンバインなどの中大型機械が次々と導入されるようになってきた。もはやかつての四つん這い農業の面影はどこにもなく、農作業の労働量は急速に減っていった。これは稲作の労働時間の変化を示したものである。これを見ると10アールあたりの労働時間は大幅に激減したことがわかる。一方、すべての農家が加入して設立された農業協同組合は、農家の営農生活文化の向上の活動拠点となり、その力を遺憾なく発揮した。農協は農民たちに営農生活設計の指導から購買販売信用共済などを総合的に行った。そのため農家は収入に見合った生活設計が立てられるようになったのである。また農協とともに農村の近代化の大きな推進力となったのは、全国の市町村に置かれた政府機関の農業改良普及所である。普及所には農業改良普及員と生活改良普及員とがいた。農業改良普及員は農民に新しい農業技術や肥料や農薬などを紹介して科学的な農業を指導した。一方、生活改良普及員は家計簿による合理的な生活設計、農村の生活改善の実行を通して健康で文化的明るい家庭づくりを進めた。しかしこうした改善は一人ではできない。そこで村の母親たちの生活改善実行グループを作り、組織的な指導を行った。改良普及員は新しい村づくりの火付け役であった。これは1950年代のかまどのある農家の台所である。窓もなく暗い台所。農村の生活改善はこのかまどの改良から始まった。かまどのある場所は農家の嫁の生活の中心にあった。だからかまどの改善は嫁の解放でもあった。水汲みも村の女のつらい仕事の一つであった。しかし組織化された生活改善グループはそれを自分たちの手で克服しようと簡易水道を次々と設置していったのである。当時農家の嫁は財布を持たされなかった。子供の小遣いも自由にならなかった嫁たちはその資金作りに庫を作ったり、現金収入になるユニークな副業を考え出し、資金の積み立てに苦心をした。家計簿の記帳は生活の合理化を図り、農家の営農設計を立てる指針となった。栄養改善の料理講習会も全国的に展開され、食生活の改善運動は農家の健康に対する認識・意識を大きく変えることになった。また共同による重労働からの解放として
農販機の共同炊事や季節託児所も随所に作られた。一方政府は全国的に保健所を設置、乳幼児の死亡率の改善などに取り組んだ。これは村を回る保健婦に相談をする村の婦人である。当時の農村では乳児の死亡率は極めて高く、多産多死で、それは生活環境の悪さ、保健知識の欠如、農村の婦人の過重な労働からも来ていた。このような中で家族計画の実行をはじめ、地域の保健活動を応援したのはこうした村の保健婦や助産婦たちであった。そして農村各地で乳児死亡をゼロにする運動に熱心に取り組んだのは村の婦人たちであった。こうしてかまどの改善から始まった農村の生活改善の運動は、農村を内側から動かし、婦人の意識を変えていったのである。この図は戦後の産業別人口割合の推移を見たものである。中でも60年代の高度経済成長による農村から都市への人口流出は凄まじいものがある。戦争直後 50% 近くいた農業人口が1968年には 19% に落ち、近年では 10% を割ってしまった。農業は近代化され、労働力が浮き、一方1964年のオリンピック景気をきっかけとして年率 10% を超える高度経済成長に伴って、農村からの若年層が都会へ次々と出ていった。その数は毎年50万から60万人にも上った。この若い労働力が日本の経済成長を支える原動力にもなったのである。これは日本の経済成長の代表的な産業の一つであるテレビ工場である。これはその頃の農家所得と都市の勤労者世帯の実収入とを比較したものである。1951年には農家の家族員1人当たりの所得が約4万円なのに対して、勤労者は約 4.2 万円。その後年々格差を広げて、1957年には農家は勤労者の6、7割の水準にまで落ちている。この農業者と勤労者の所得格差をなくすために、1961年に農業基本法が生まれた。農業基本法は農地改革とともに戦後の日本の農業農村を国政面から大きく変えていったものであった。この法案は果樹、畜産、野菜など商品化作物の生産を大々的に推進していった。これはその結果できた大規模な養豚場である。資金力のない農家は共同してグループ経営から入り、力をつけながら一戸あたりの経営規模をだんだんと大きくしていった。農業基本法は農業だけで健康で文化的な生活ができる農家づくりを目指したものだった。また1960年代に入ると、世の中は空前の電化ブームで、テレビや電気洗濯機などの耐久消費財が農家の暮らしの中にも入ってきた。
この表は農家の1世帯あたりの所得の伸びを見たものだが、今では都市勤労者のそれを上回っている。しかし農業収入の内訳を見ると、農外収入が圧倒的に多いことがわかる。ここに日本の農家生活を取り巻く変化の大きな特徴がある。農業の省力化によって浮いた労働力の多くが自宅通勤という形で働きに出るようになったことである。この図は専業農家と兼業農家の比率を見たものだが、1947年には 55.4% もあった専業農家も、84年には 13.5% と3分の1以下に激減している。そのため兼業農家、つまり親は農業だが息子たちはサラリーマンとか、夫はサラリーマンで妻だけが農業に従事するといった農家が増えていった。このことは日本の農業の新たな問題点になっている。さて、戦後農家の所得が増えるにつれ、農村の人たちが最も熱心に取り組んだのは子どもの教育である。これは今から30年前の農村の小学校の授業風景である。これは今日の農村に行けばどこでも見られる通学風景である。都会の子どもたちとちっとも変わらない。勉強部屋もちゃんとある。これは農村出身者の高校及び大学進学率を見たものである。今日高校への進学率は 100% に近く、大学、短大及び専門学校に進学する者も半分近くいる。それだけに生活費の中に占める学費のウエイトは高く、農家の所得は増えたとは言っても多くの子どもに高等教育を受けさせるほどの所得はない。このためおのずと子どもの数も制限するようになっている。これは村の集会所である。学校教育だけでなく、成人を主に対象とした社会教育も戦後熱心に進められている。こうした社会教育施設でレクリエーション、講座などの成人教育が盛んに行われている。これは1947年から1984年までの農家人口の推移を見たものである。一戸平均の農家人口は 4.6 人と小さな家族になっている。かつて多産多死であった日本の農村も、今では少産少死という人口転換が進んでいる。ただその一方で、農村の高齢化という新たな問題が出てきていることも事実である。今日農業に取り組んでいる若者はほんのわずかである。しかし村に踏みとどまった後継者たちは、新しい技術や知識を持って日本の農業の明日の担い手として育ちつつある。